迷惑外国人、迷惑配信者、迷惑ストリーマー、迷惑行為をしている方のことについて先日お話しさせていただきまして、たくさんのご視聴誠にありがとうございました。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。そして通知ボタンをオンにしてね。その時から今日までまたいろいろありましてね。まずは大阪府警に感謝の言葉をお送りしたいと思います。本当にありがとうございます。多分、大阪の方々だけじゃなくて日本全国、そしてアメリカ、全世界の普通の方々から見ると、やっとなーっていうことになって本当に良かったです。笑顔になりました。久しぶりに。しかし、逮捕があったからってもうこの問題が終わりということではないですよね。残念ながら彼ら逮捕された2人は特にそうなんですけど、他の外国人は数ヶ月前からその行動を見て、日本はね、いいな、やりやすいな、もうあいつらができるなら俺らもできるんじゃないかと、海外でそのね、準備をしている人がいるんじゃないかなと思いますよね。今日のトピックは、なぜ迷惑外国人が日本を狙おうとするのか、なぜ日本はああいう汚い奴らに狙われるのかということについてちょっとお話しさせてください。日本はとてもいい国です。それね、ずっとそのままで変わらないでほしいです。日本人も、日本という国は素晴らしい国だと思いますよね。まず国民性。日本人の優しさ、親切さ、おもてなし、治安のいい、優しい、マナーを持って、礼儀が正しく、日本好きな外国人として日本を見て、そういうところは大好き。自分たちの国もそうなればいいなって思ってる人は少なくはないと思います。外国人にウェルカム。誰でも人種関係ないんだよね。そういう問題じゃないんです。ただどういう人が来るのか、何のために来るのか、そこなんですよね。日本人の文化、日本の文化にあって、それを基づいて素晴らしい国にできていると思います。ほとんどの外国人はそれをリスペクトして日本にいて、なるべく合わせるように、5にいれば5に従えという感覚で行く外国人はほとんどだと私は信じていますが、今回のストリーマーたち、こいつらはね、海外から日本を脅すために、日本に迷惑かけるために来る奴らが、もともと自分たちの国で多分嫌われて、人気のない、友達もあんまり作れない、弱い奴らだと思うんですよね。日本人のいいところを自分たちのために、日本人の親切や優しさを利用しようとしていることが、この弱い奴らの目的なんですよね。心配なのは、次の悪い奴いつ日本に来るのか、いつ現れるのか、その時からどうするのか、日本人として、日本にいる外国人として、特にいる日本好きな人として。まずはね、こいつらがね、弱いから、もともと、怖がりや、ちょっとでもね、誰かが立ち上がると、こうなる。だからって、暴力とかってやっていいって言ってないんですけど、英語のできない日本人の、そこも利用しているんですよね。いろいろわけわかんない言葉をね、言って、あれして、で、日本人はもうビビっちゃうんですよね。わかんないからどう言えばいいのか。頑張っても、わかんないんですよね。以前の動画で言ったように、日本だから。これ日本だから、日本語でいいです。日本語は通じないですよね、スティーブさん。通じないんだけど、言いにくい言葉はあるんだけど、誰にも通じる言葉と誰でも言える言葉があります。No, N-O, No, No, No。これは許さない。日本ではこれはダメ。これは No。それで、通報。警察に通報。ガンガン通報するしかないんじゃないですか。こいつらはまた変な人が現れたら、ね、撮ってるのは撮ってやればいいんじゃないですか。証拠として撮って、警察に送る。今回はね、の結果になったのは時間かかったんだけど、なんだかんだって、視聴者の方々、多分日本の警察にすごいプレッシャーをかけたと思うんです。すごいプレッシャーがあったような気がします。時間かけて、結局、その罪で逮捕になったんですけど、3ヶ月、4ヶ月間でやりたい放題っていうのを見て、海外から、いいなっていう変態、気持ち悪い。みんなキモいと思わない？気持ち悪いんだよね。日本人としてプライドを持って、
日本の国を守るという姿勢を持って強くなれば、彼らの環境、もうできる環境がどんどん消えていく。違うところに行こうとする。違うところといえば、日本以外にもね、今回はね、やられた国はタイもあったんですよね。タイの国民性も基本的に優しい方が多いですよね。親切で。なんかね、狙ってたんだよね。どこがやりやすいのか。韓国に行ってないですよね。中国にも行ってないし、ヨーロッパのいろんな国には行ってないんだよね。選んで日本を選んだ。それは俺は気になって、なぜ日本は狙われるのかってよく考えてみたら、やっぱり日本のいいところがすごくいい。悪い目で見ようとすると、日本は美味しいなって悪い意味で。何でもできる。やりたい放題。それをやって有名になれる。結局今回捕まった奴らはね、の中で名前のない人が偽名かもしれないけど、有名になりましたよね。ところで、近日中にこのトピックについて、迷惑外国人についてライブ配信をさせていただきたいなと考えております。チャンネル登録と通知ボタンをオンにしていただければ、コミュニティの方にも情報をアップデートするので、Twitter も Facebook、Instagram のアップデートもしますので、ぜひフォローもよろしくお願いいたします。これです。ご存知な方もいると思うんですが、ご存知じゃない方もいるかもしれません。Thumbs up。英語だったら Thumbs up。これですよね。いろいろ考えると、リスペクトですよね。お互いの違いのことになっちゃうんですよね。みんなは違う。見た目が違う。肌の色も違う。考え方も違う。育ち方も違う。育てられたその環境の違い。マナーの違い。当たり前っていうところの違いもみんなにあるんだけど、どっかに行くときに、その国レベルまで行かなくても、このレベルで考えてください。例えばアメリカで隣の方の家に行こうとすると、やっぱり入るときにその方の家だから気を使うんですよね。何しろ靴脱ぐんですかって、アメリカにあまりないんだけど、靴脱ぎますかとかって、それ入っていきなり座ってこう変なことをする人もいるんだろうとも普通はしないんですよね。次のレベル。今度どっかにね、海外じゃなくても同じ国の違う州に行ったら、どこから来たんですかって、テキサスのスティーブですって、テキサス州から来たって。やっぱりいいイメージも残したいんだよね。そこでマナーを持って、なるべく正しくやるようにするのは当たり前じゃないですか。今度は海外。外国人として日本に行くこと。日本人として日本から海外に出ること。その国のルール。自分には合わない部分は出てくるかもしれないんだけど、ね、仕方ないところもあるかもしれないんだけど、でもリスペクト。バカにしてはいけないよね。量してはいけないんだよね。日本にいてから気に入らないところがいっぱいあったからもう嫌になって帰るっていうのもいっぱいいるだろうと思うんだけど。それはそれでいい。でもわざわざ日本人には失礼な。英語では言葉通じないからこれ何を言っても問題はないってという頭がひどいな。ひどい。そのことが一番頭にくる。これもね、人種差別とかの問題じゃないですよ。一人一人の責任にある。どういうふうにしていくのか。ね。その人が何人だろうが悪いのをやったら、もうやられたら当たり前だよね。自業自得だよね。スティーブ的視点のグッズございます。このサムズアップのステッカー、いい意味の。言葉がいらないんだけど、お互いにリスペクトするということは、これで、このただ1枚で示しているので、スティーブ的視点のウェブショップ、steve'spov.jp と Amazon にもありますので、ぜひチェックしてみてね。そして、この T シャツ、他のグッズもオリジナルものいっぱいありますので、チェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。なぜ迷惑外国人は日本を狙うのか。そのトピックで、最終的にはですね、その対策のことですよね。これから外国人が増えるんだろう。それは多分みんな分かってると思います。見て見ぬふりをするという言葉ありますよね。見てるんだけど見たくないから見たくない。何も言いたくない。その気持ちもアメリカ人にもあるんですよ。やっぱり、これはノータッチですと、絡めたら怖い。それね、その気持ちわかるんだけれども、結局4ヶ月間、数ヶ月間、日本走り回って、迷惑を起こして、犯罪を起こして、やってはいけないこと、すんごい言葉言って、結局、4ヶ月はそれはやりたい放題だったんですよね。警察にも注意されたんだろうと思うんだけど、
全然その注意を深く受け止めたことも一度もなかった。これになるまで。どういう対策していくのか。みんな一人一人、国民の一人一人は責任持たなきゃいけないですよね。警察にももちろん通報とか、先ほど言ったように通報とかしながらいろいろあるんだけど、一人一人は責任っていうのは、私の国です。日本愛してます。日本は舐めるなよっていう表現、見せ方、持ち方を、結局、舐められにくい人はもう舐められないんだよね。わかります？変に言っちゃったかな。いや、意味多分わかると思います。もう許さないって示せば、弱者が違うところに行きます。日本人は舐められるものじゃないです。日本は舐められません。一切許さない。一人一人にその責任があるんじゃないのかなと思います。警察に頼んでも結局時間がかかるんだよね。仕方ないんですね。それ政治家に頼ってはいけない時もあるかもしれないんですよね。だから一人一人は自分の国を愛して守ることがすごい大事なことだなって今回本当に感じましたね。まあ、本当にある意味ではほっとしたんだけど、これからのことで今度の対策なども考える必要があるね。皆さん、本日の、お時間ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。失礼します。